マイクロソフト365で利用できる Excel は、一般の Excel と違い、特別な関数を利用することが可能です。Google スプレッドシートで先行装備されていた関数が主になりますが、これまで苦労していた作業が、これらの新関数のおかげで一気に解決します。今回は、これら新関数を利用するとどうなるか、まとめてみました。合わせて、スピルについても取り上げています。チャプター1、スピル。スピルとは、これまでの Excel では、できなかった数式や関数で、一度に複数の結果を返すことのできる配列数式と呼ばれてた機能の後継機能です。最も簡単な例では、数式で範囲指定だけをすると、このようにまるっと範囲内の値が返ってきたりします。応用例では、縦横の範囲同士をかけて、九九を一発で算出といったことも可能です。チャプター2、スピル範囲演算子。スピル範囲演算子とは、本来複数結果を返せない関数で、条件にスピルで算出した結果を使うことで、複数結果を出すことのできる機能です。SUMIF 関数は、条件に合ったレコードの合計範囲の合計を取りますが、単一の答えしか返せません。しかし、検索条件にスピル範囲演算子を使うと、複数結果を一度に返します。データの塊から G 列にスピルで抽出してあります。D 列を検索対象とし、G 列の結果を検索条件とし、ポイントの合計を取ります。数式は、検索条件の場所に G2 シャープと入れます。G2 以降のスピルを対象にするという意味です。そして、エンターで確定をすると、スピルの結果に応じて、複数のSUMIF関数の結果が返ってきます。チャプター3、365専用関数。マイクロソフト365専用の関数を4つほど紹介します。すべてスピルに準じた関数になります。1つ目は、フィルター関数。この関数は大変便利です。オートフィルタのように複数条件を指定し、条件に合致したレコードをすべて返してくれます。数式例です。データの範囲と複数の条件をつけます。SUMIF 図関数に似ています。複数条件をつける場合は、条件一つずつ括弧でくくり、アスタリスクでつなげます。まずは、条件一つだけで取り出してみます。E 列の値が80より上のものを条件指定します。スピルとして複数のレコードが返ってきました。次に複数の条件をつけて取り出してみたいと思います。エリアが栃木でポイントが80より上の条件を指定しています。2つの条件をつける場合の数式が変則的なので要注意です。2つ目はユニーク関数。ちょっと変わった関数です。ユニーク関数は指定の列の中で重複しないユニークな値を抽出して返してくれる関数です。複数列指定の場合、その複数条件に合致する形で取り出してくれます。数式例です。単純に列の範囲を指定して関数に渡すだけです。
実践してみましょう。抽出したい列を指定して確定するだけです。スピルとして複数のレコードが返ってきました。3つ目は、ソート及びソートバイ関数です。指定の列を高順、小順でソートする関数です。ソート及びソートバイ関数は、フィルタと異なり、ソートした結果を別に切り出せるので、オリジナルデータを汚さず取り出せる利点があります。ソート関数は、データの範囲、ソートする列番号、ソートオプションを指定します。ソートオプションは、-1で高順、1で小順となる点に注意が必要です。ソートバイ関数は、基本はソート関数と同じ仕様で、複数の列のソートに対応しています。ソートをかける順番に注意が必要です。また、ソート関数と異なり、ソートする列番号の指定ではなく、ソートする範囲の指定になっているので、間違いやすいです。ソート関数を使ってみます。データの範囲を指定、5列目を高順指定して取り出しています。結果がスピルで返ってきました。ソートオプションを変更し、小順にしてもすぐ反映します。次に、ソートバイ関数を使ってみます。ソート関数と同じように範囲指定しますが、ソートする列の番号ではなく、その範囲を指定する点に注意。同じように、続けて別の列の範囲を指定して、それぞれに小順、高順を指定します。ソート関数同様に、ソートオプションを変更すれば並び方が変わりますが、ソート指定した順番でソートがかかるので、要注意です。4つ目は、XLOOKUP 関数です。VLOOKUP 関数の後継ともいえる関数になります。VLOOKUP 関数の弱点である検索列の左側も参照でき、エラー時用の if エラー関数は不要になりました。また、同一レコード内の別の値も一度に複数取得可能と、至れり尽くせりの仕様に仕上がってます。XLOOKUP 関数は VLOOKUP 関数と数式は似ています。異なる点は、答えを返す範囲の指定がある点、エラー時の規定値がある点です。早速使ってみます。検索値は ID 列なので、B 列を検索範囲として指定します。ルックアップする値は、今回2列、D 列と E 列の2つを取ってきます。続けて、データがない場合には、なしを返すように、引数に追加。無事に見つかり、D 列と E 列の2つが返ってきました。存在しない ID を指定してみると、なしが返ってきます。マイクロソフト365専用関数は、これまでの Excel の使い方や作業の世界観を大きく変える関数です。既存の管理表は、ぜひ、この関数で書き直してしまいましょう。この動画の参考資料やスライド、サンプルのファイルは概要欄に記載しています。次回は、テーブルの活用について取り上げます。お楽しみに。チャンネル登録、評価をよろしくお願いいたします。